第11章サニワの溶血。問い。あなた方の諸説は甚だ合理的とは考えられるが、1800年にわたりて我らの心境に染み込まされた信条の放棄は非常な重大事である。願わくばもっと明確な詳細をお願いしたい。宗教の真偽。友よ、汝の熱心な疑惑は我らにとりてこの上もなき福音である。単なるドグマに捉えられず、あくまで合理的に真理を求めんとする心がけ。それでなければ真理にはかなわない。我らは心からそうした態度を歓迎する。我らの最も堅持するのは、そこに何らの批判も考慮もなしに、ただ外面のみを紛争したエセ非人物のエセ非言論を鵜呑みにせんとする軽信家の態度である。我らはかかる軽信家の群れに対して言うべき何者もない。同時に我らの手に負えぬのは、かのよどめる沼のごとき鈍き愚かなる心の持ち主である。我らの宣言番号もついに彼らの心の表面に一片のさざ波さえ足させうる望みはない。さて汝の提出した疑問。我らとしてはこれに証明を与えるべく全力を傾けるであろうが、ある地点に達した時にそれ以上はいかにしても実証を与えることが不可能である。汝も熟知する通り、我らは到底打ち勝ちがたき不利な条件に縛られている。我らはすでに地上の住人でない。かるがゆえに人間界の法廷において重きをなすような証拠物件を提示しがたき場合もある。我らはただ我らの力に及ぶ証明をもって汝らの考慮に供するにとどまる。これを採用すると否とは、ひとえに汝らの公明正大なる心の判断に任せるより他に道がない。我らの諸説を裏書きするのには、ある程度まで霊界における我らの同士の経歴を物語るより他に道がない。これは証明法として不十分であるが、何とも他に致し方がないのである。我らは地上生活の中の自己の生命を名乗り、そして自己と同時代の成功を閲歴につきて事細かに物語るであろう。さすれば我らが決して偽物でないことは幾分明白になると思う。ことによると、汝はそれだけの証明では不十分であると言うかもしれぬ。なるほど。高快なる霊界人が欺瞞の目的をもって最大の歴史的事実を収集し得ないとは言われない。が、到底偽りがたきは各自に備わる珍品であり封印である。果実を手がかりとして樹草の種類を判断せよとはイエス自身の教えるところである。トゲのあるブドウやイチジクはどこにもない。我らが果たして正しき霊界の使徒であるや否やは、我らの試むる言説の内容をもって忌憚なく批判してもらいたい。これ以上我らはこの問題にかかり合っているべき勇気を持たない。我らの使命は地上の人間の憐れみを請うべくあまりにも重大である。我らの答えがまだ十分負に落ちかぬるとあらば、我らは我らのあたうる証明が特進のできる日の到来を心静かに待つであろう。我らは断じて今すぐに承認を迫るようなことはせぬ。我らがここでぜひ指摘したいのは、現世人に通用の一つのビュー層である。人間はしきりに各自見解に重きを置こうとするが、我らの目から見ればそうしたものはほとんど全く無価値である。人間の目は肉体のために覆われて、ぜひ善悪を審判する力に乏しい。霊肉が分離した暁にこの欠陥は初めて大いに除かれる。したがって人間の目で何より重大視されるものが、我らの目を持ってみれば一向取るにも足らぬ空夢、空想である場合が少なくない。これと同様に各派の神学、各種の教会の唱えつつある教義がその根底において格別違ったものでもないことが我らの目にはよく映るのである。友よ、宗教なるものは決して人間が人為的に捏造したようなそう陰微不可解な問題ではない。宗教は地上の人間の狭隘なる知能の範囲内において立派につかみうる問題なのである。かの神学的島憶測やかの独断的戒律、並びに定義は一位巧妙を求める哀れなる者どもを苦しめ惑わせ彼らをして、ますます無知と迷信の有無の中に迷い込ましむる資料としか思われない。迷信の極路、無知の濃霧、
これらはいずれの世にありても常に求道者を惑わせる。また人間の目から見れば同一宗派に属する者の信仰は皆同一らしく思われるであろうが、もともと彼らは暗中に模索しているのであるから、いつの間にか命名任意の解釈を作り、従って我らの目から見れば多くの点において命名違った見解を持っている。誠に名夢が覚めるのは肉の目が閉ずるとき、還元すれば地上生活が終わりを告げるときで、そこで初めて地上の境界、地上の神学の欺瞞に気がつき、大至急訂正を試みることになるのである。進歩性の霊魂は決して五家の旧和網ではない。かの顔面不麗な霊魂のみがいつまでも現世的名門の奴隷として残るのである。聞せよ。真理は決してある特殊の人間、ある特殊の宗教の特権でも何でもない。真理は古代ローマにおいて鋭意肉の解放を希求したアテノドーラスの哲学の中にも見出される。また真理は来世の存在を確信して地上生命の棄却を意図しなかったアーツポクタスの言説の中にも見出される。また真理の追求はかのブローティナスをして早くも地上生活中によく超現象の世界に遊ばしめ、さらに真理の巧妙はかのアレクサンドル・アキリニをしてよく烈烈として人を動かす熟語をはかしめた。彼がゆえにこれらの霊界居住者たちは今や片身に共同一致して真理の専用権威一貫の神霊主義的運動のために各は汝を交通機関として真剣な活動を試みつつあるのである。これらの人たちにとりて地上生活時代の意見のごときはほとんど問題でない。それらはつとの昔に振り捨てられ、生前の危険などはもはやどこにも痕跡をとどめない。無論これらの人たちはすでに地上とはきれいに絶縁してしまい、彼らの墓石の上に哀悼の涙を注ぐ者などはもはやただの一人もない。彼らには再生の機会は全くなく、要するに彼らは純然たる霊界居住者なのである。しかしながら彼らがかつて散りばめたる宝玉は年とともに好機を加えて不朽の生命を持っている。この魂の光、この魂の力こそは実に今日彼らをして協力して地上人類の純正高潔なる霊的教育、より高くより清き新宗教の普及のために精進努力せしむるゆえんなのである。我らは信ずる陳氏熟慮の結果は必ず難事をして我らの主張の合理性を承認せしむるに相違ないと。これに対する絶対的証明は地上生活中には到底得られぬであろうが、いずれそのうち汝もまた視線を超えて我らの仲間入りをするであろう。その時にこそもはや嘘も真実もない。それまではしばらく間接的証明の蓄積によりて一歩一歩自己の信念を固められたい。自己を裁くと同一筆法をもって他を裁けば決して間違いは起こらない。それがサニワの要訣である。表釈。進歩せる新霊界の人との交通官能こそ新宗教の骨子である。これがある時に初めて宗教に生命が湧き、これがない時に宗教承認の跋扈となる。ただしくれぐれも感化してならぬことは相手の霊界居住者の正非善悪に対する審判である。この点において本性の説くところはまさに我らに絶好の指針を与うるものである。